でもここに一緒に来た以上ははい、もうただの友達じゃないんで、本当それ相応のもう一緒の付き合いを覚悟してほしいなっていうぐらい、ここ連れてくるの俺の中で結構意味ありますよ。なんか実家帰るんですか？ちょっと思い出の場所に行こうかなと思って。でも俺ホストやってやっぱローランドとして生まれた、まあ第二の人生みたいな感じなんで、言ったらもう自分の出生した場所みたいな、自分にとっての勝手に、まあ、聖地みたいな感じになってるんで、なんか俺あんま結婚願望ないじゃないですか。ないんですか？ないけど、はいいつか本当に好きな子できたら絶対連れてきたいなって思ってる公園なんですよ。それをなんか孫さんと行くっていうのがちょっと嫌ですね。お客さんと一緒に行ったこともないんですか？ない。どっちかっていうとやっぱりお客様はお客様としてしっかり見たかったので、公私混同しないようにはしてたんで、やっぱ何でもあけすけのホストって僕は魅力ないかなっていう、なんかちょっとミステリアスな部分があった方がね、魅力的に映ったりもするんで。このナビ面白い。今地球、はい、だから今多分このだから通りで行くと多分これまっすぐですね多分ね。っていう小ネタなんかを女の子とドライブしてる時にね使ってみたりとかしてね。リアクションあるんですか？まあ大体なんか気使った笑いが生まれるとここ次どこかなあ、右だねみたいな。たどり着くたどり着かないじゃなくて、まあ今日も地球は美しいねとかって言ってなんかこうスケールのでかい男を演出するみたいな。このナビって意味あるんですか？ないでしょ絶対。いやでもドライブしてる時にこう、楽しい時間を提供するのってなんかこうデートの、まあ、必殺技じゃないですけどは大事じゃないですか。なんかドライブしてる時に人の本性って出るって言うじゃないですか。ちなみにここは、教習所の時に走ってたコース。はい、ここウインカー出してとかって言われて、教習所もどんな気持ちだったんだろうな。なんでですか？いやローランド教えるってなんか、はいここ、はい右見て左見てみたいな感じで言われてましたよ。はいここ一時停止でとか言って、誰も俺を止めらんねえだろうとか思い心の中で突っ込みながらちゃんと停止線で止まるという中二病。交差点とかまあ本当俺だったらオーラ出して、ウインカーじゃなくてオーラ出すけどねとかって言ってたくせに、俺教習所でめっちゃちゃんと丁寧にウインカー出して右とかめっちゃ見たりとかしてなんか懐かしい、可愛いなほんと。あ、イチョウホール懐かしい。ここで合唱コンクールした合唱コンクール？合唱コンクールしたな。口パクだったけど俺、高宮とこの話で盛り上がって、イチョウホールめっちゃ懐かしいねみたいな感じでこれ懐かしい。あ、ここの墓石屋さんね。うわーめっちゃ懐かしい。やばい。やっぱ地元っていいよなほんと。なんか落ち着くんでなんもないけどな。すいません、僕本当に全く何も分かんないですね。これ地元の匂いあるんですよ。わかんないかなこれ。あれどっちだ。あれ迷った。あれ電気つけてくれてますね。ありがとうございます。平和の像。やばい、ちょっと普通に迷子になったわ。思い出の場所とか言っときながら。わ、ここです。ここに座りながらね。何段目だったかな。うちの上だったかな。そうあそこに見えるの分かります？あそこの桜。あんま咲いてないですね。桜見て
なんか俺の人生こんなんでいいかなみたいなちょうど2011年の桜の開花が遅くて、4月の中旬ぐらいだった気がするんですよ確か、でまあ大学まあ入学式も、まあ終わってでいやまあもういいやみたいなやめようみたいな、でもまあさっきも言いましたけど親のこうね顔が浮かんで、まあやめるなんて言えねえよなみたいな葛藤がある中で、4月のいつだったかな、でも俺20日にホストになってるんでって考えたら4月20日ですか？多分4月の18日にここ来たんだろうな。その後にブックオフに行ってヤオを立ち読みして、漫画の矢を呼んだんですね。俺尊敬してるホストはいないんですけど、尊敬してるホストいないけどせいやっていう、まあ人だけはすごい俺ね覚えてて、第1巻で真っ白なポルシェ乗って、なんかピアジの時計つけて、なんかひがみでお前ホストなんてくだらない仕事だろって言ってくるサラリーマンに、だったらお前らもポルシェ乗ってみろよって真っ白なスーツ着て言うんですよ。かっけえと思って、なんかちょっと髪型とかもなんか真似してるとこありますね。そうなんですね。じゃあ今の髪型もいわゆる野王のキャラクターをなんかちょっと漠然とした憧れがねあって、なるほど。そうなんでここに来たんですか、ちなみに。まあ入学式だけ行ってそこからずっと行かないでいたんですね、で学校も行かずになんかフラフラしながら過ごしてて、俺このままでいいのかなみたいな、このまま俺なんか普通に死んでいくのかなみたいな、まあ年頃の時ってなんかそういうこと考えたりするじゃないですか、中二病みたいなでなんかこのまま終わるのは嫌だなとかって思いながら、でも漠然とホストやろうみたいなちょっと心の中で決意はあったんで、歌舞伎町行こうかなとかって悩んでる時にここに座って、でこう散ってる花びら見て、桜ってなんかこう美しい時に華々しく散って長生きはしないけどめっちゃかっこいいなって思ったんですよ。だからだらだら長く生きるぐらいだったら俺も本当もし短命でも華々しく散りたいなみたいな、かっこよく一花咲かせたいなみたいなことを思って、この桜を見ながら、で次の日の4月19日ね新宿に行って面接を受けに行ったんですよ。でもうお店を決めて、で4月20日にバッグをまとめて実家からもうほぼ家出みたいなもんですよ。誰にも言わずに。ご両親の言ってない。だって言ったら止められるからね。それはホストという職業で、それとも家を出ること？いやもうホストって仕事もそうですし、大学を辞めるってこともそうですし、バッグ1個で行きましたね。なんでここでホストになろうみたいになったんですか？もともとは頭ではあったんですよ、ホスト、まあ人生一発逆転したいなっていうか、このまま負けて終わりたくねえなっていう中で、なんか人生変えられる場所ってもうなんかまあ拙いこの人生経験で言ったらもうホストだなと思ったんですよ、漠然と、だからなんでかって言われたらもう人生変えたかったんでしょうね。なんか人生変えたかったイコールホストにたどり着く理由がちょっと分からないなっていう。なんだろうな。でも何もない状態だって、普通に俺資格もないし学歴もないし、それで人生変えようってなったら、ふと思いつくのってもうホストぐらいしかなくないですか。無一文から成り上がれるって、俺すごくそこに魅力感じて、かっけえなっていう。てかなんで本当なんか俺本当ここ本当好きなこと来たかったマジで
いつか連れて行きたいんですね、本当女の子。いや本当に今日僕で本当すいませんなんか。いやでもなんか、でもここに一緒に来た以上はもうただの友達じゃないんで、本当それ相応のもう一緒の付き合いを覚悟してほしいなっていうぐらい、ここ連れてくるの俺の中で結構意味ありますよ。ああなんかここは結構本当特別な場所。ああ、聞きたいのが、はい。18歳に初めて歌舞伎町行った時にどういう印象だったんですか？いやもう思ってたのとまず違うなと。何が違ったんですか？何もかもあ何もかも違うから、もう価値観も違うし、まして俺それまで門限7時19時あとかの生活してたんですよ。だから練習ない日とかに池袋とかでまあちょっとファミレスとか行ってね、男たちだから遊ぶじゃないですか。で鐘が鳴るじゃないですか、こう夕方の。はいはいはい。そろそろ電車乗んないと寮長怒られるねみたいな。寮長めっちゃ怖かったんですよ。でなんかそれで殺されるね、早く帰ろうみたいな、俺金鳴ったら帰るみたいな生活してたんで、なんかもうサッカー部引退してで19時以降に街にいるだけで楽しかったの。なんかもう悪いことしてる気持ちになって、門限超えた時間に八王子の駅前にいるじゃないですか。めっちゃワクワクして、なんかあの時間帯でもそうで、ましてや本当ね、深夜に新宿でみたいな、しかもお酒が出るような場所でみたいな、なんかもう全てが今までの生活と違うみたいな感じで新鮮でしたね。あと女性と喋ることもなかったから、女の人って本当にいるんだみたいな、髪の毛染めてる女の人本当生で見たの初めてだみたいな感じで、あそういうレベルだったんですか？はい。で今でも覚えてるのが、一番最初についたテーブルで、なんかその子が帝京大学の子だったんですよ。で僕帝京高校でしたよみたいな感じで、じゃあそっからの攻略ポイントで盛り上げていこうかなみたいな感じで、あ帝京大学なんですね、僕帝京高校なんですよって言ったら、でみたいな感じで、そうなんだ。全然話が通じないみたいな。で僕本当もうそのテーブルで10分ぐらいついたんですけど、何も喋れずに抜かれて、いやこれやってけっかなみたいな。めっちゃ覚えてますね、あのお客様。最初の1ヶ月はいろいろ試行錯誤で、やっぱ過ごした点出たりとか、もうそもそも女の子に免疫がなかったから、女の子で喋ることに緊張して、めっちゃお前体でけえな、お前なんか焼きそばパン早食いしろよみたいなこと言われて焼きそばパンめっちゃ早食いさせられたりとかそうめっちゃ難しいな。そんなことさせるんですね。その前のお店で働いた時に目の前がローソンだったんですよ。ローソンでこいつなんか体でけえからなんかめっちゃ食うの早そうじゃないみたいなのになってでそれでちょっと焼きそばパンお前ちょっと早食いしろよみたいな感じで、なんかそれ早食いさせられたのかめっちゃ覚えてて、あれ拒否ったらどうなりますか？いやなんだろう、どうなってたのかな。でもなんかそれ食べてる自分超かっこ悪いなと思って、なんか本当勝ちたくてここ来たのになんで俺こんな焼きそばパン食べてんだろうみたいな、だから今焼きそばパンあんま好きじゃないですよなんか一回食べちゃうとそれがなんかもうキャラクターみたいになるじゃないですか。おいなんか焼きそばパンのやつじゃんあいつみたいな感じで、なんかおい焼きそばみたいな感じで呼ばれて、この野郎みたいな、覚えとけよ。でもなんかその、誰にもこう負けたくないみたいな、それはお客様に対してもなんか闘争心を燃やしちゃってる自分がいて、なんか負けたくないなみたいなっていうのと、あとちょっと慣れてくると僕喋るのは結構好きだなってことに気づいたんですよ。もともと仲間内で話す時って結構楽しくて、いっぱい喋ってこうみんな面白いこと言って笑わせたりとかして結構得意だったんですよ。ただ女の子に関してはもう免疫がなさすぎて、もう見たこともない、もう本当幻の生き物だみたいな感覚だったから喋れなかったんですけど、ただちょっと慣れてきて、幻の生物も1,2 ヶ月も見てたら現実のものになるじゃないですか、感覚的に。それで結構喋りは俺得意だなって、もしかしたらこの歌舞伎町でもやっていけるぐらいのものがあるかもしれないって、そこでちょっと自信を持って、だとしたらもう少し強気に選ばれる側じゃなくて選ぶ側だっていうスタンスで、それをしても恥ずかしくないぐらいのスキルを身につけたらいいわけだと。ペコペコするのってペコペコなんか
媚びを売るとか言ったら難しいように見えて、でも結構簡単で、なんでかって言ったら別に自分が何も持ってなくても相手に不快に思わせることないじゃないですか。でも強気に言ったとしたら、もうそこで強気に言った分、強気に言ってもしょうがないよねこの実力だったらって言わせる義務が生じるじゃないですか。言ったら自分をめちゃくちゃ追い込むことになるわけですよ。なんかお前口だけだよねってなっちゃうじゃないですか。だから自分をあえて追い込んで強気にこう接客することで、毎回毎回自分が追い込まれて何かを証明する義務がこう生じて、それをしっかり証明するっていう作業が自分の中ですごい、あ、これをしてたら強くなれるなみたいな、やっぱ同期には負けたくなかったんで、同期がこう、いや僕なんてみたいな、僕なんてって言ってたやつがミスしても何も言われないけど、いや俺すごいっすよって言ってるのがミスしたら怒られるじゃないですか。だからこれを続けてたら俺強くなれるなみたいな、そういうのがあったんですよね。1ヶ月後に急にキャラ変した時に先輩たちに何か言われませんでした？だって1ヶ月後って言っても売れてなかったですよね。徐々にというかなんていうんですかね、まあそれ教育はあったんでしょうね。いきなりとかではないですけど、1、2ヶ月ぐらいして徐々になんかやっぱこういうスタイルでやっていこう、自分を追い込んでみようみたいな。でも先輩から本当あいつ変わってるやつだよねとか、変じゃないみたいな、やっぱそういうのは言われてましたね。俺同い年の敬語使うのとかすごいやったんですけど、でも先輩で2年ぐらいキャリアがこう上でね、なんか俺新人嫌いなんだよねみたいな、俺がヘルプついて俺が目の前にいるのに言うんですよ。あ、新人じゃんお前みたいな。俺最近の新人とか仕事的には本当嫌いなんだよねみたいな。いやお前同い年だろこの野郎とか思ってなんかね、でもそういうのってやっぱシュンってなるだけじゃもったいないじゃないですか。ガソリンにしてやればいいなと思って、その悔しいなって気持ちってすごいネガティブな感情かもしれないですけど、めちゃくちゃ燃えるんですよ俺。なんかああいうのかっこいいな、なりたいなって思うその憧れの気持ちのモチベーションと、絶対見とけよって思う気持ち、どっちが熱く燃えるかって言ったら俺結構悔しいなって思った時に燃えるんで、サボっちゃおうかな今日はとか思った時も、いや待てよって、あの時の悔しさ忘れんなよって言ったらめっちゃ燃えるんですよ。憧れる人の背中を見て頑張るか、悔しい気持ちで頑張るかっていうことなんですよね。誰よりも負けず嫌いだから、プライドが高くて損することもありますけど、やっぱそういう時反骨心とか見とけよみたいな気持ちって、なんかね、俺にとってすごいパワーになる。なるほど。提供にいましたよって、試合も出れませんでしたなんて、もう死んでも言いたくなったもん。もう消したい過去だったけど、なんか語っちゃいましたね。語っちゃいましたね。